はい、どうも皆さん、こんばんは、マシマです。はい、皆さん、こんばんはっす。はい、オープニングね、ちょっと変なやつ足してみたんですけど。はい、こんばんは。はい。なんかね、ツイッターのリプライで、めちゃくちゃね、今日、なんかジェラールの誕生日だっていうのが、主に海外の方から来ていてですね、いや、全然、ソースがわかんないんですけど、僕ね、キャラクターの誕生日、フェアリーテールで決めた記憶がないので、全くね、ソースがわからないんですけど、ひたすらジェラール来てたんで、とりあえず書いておきました。もうこれで満足かな。ジェラールに関してはね、もうこれで満足してください。はい。なんかね、2週間ぶりかな。うん。2週間ぶりのお絵かきライブとなります。まあね、ちょっとね、お絵かきやっていく前に、ちょっとね、いろいろ話していこうかなと思うんだけど、まずね、今週ですね、僕、パスポートが切れてることに気づきまして、はい、パスポートね、切れてました。2年間海外に行かなかったら忘れてました。でね、ちょっとね、パスポート用の写真撮ろうかなと思ってるんですけど、今までね、僕、写真の加工アプリって使ったことないんですよ。一回も。うん。だから宣材写真とかもね、加工なしなんですけど、いや、もともとね、漫画家だし、そんなね、男前に見せる必要ねえかなと思ってたんだけど、ちょっとね、今回加工アプリってなんか初めて使ってみようかなと思ってね、うん。自分の顔をちょっとイケメンに変えようかなと思ってね、加工アプリ使ってみたんですよ。いいっすか？その写真お見せしますよ。めちゃくちゃすごいことになってますよ、これ。はい。こちらです。こちらです。これ、ちょっと前に流行ったね、女装できるアプリで。僕の顔ね、女装したらね、結構可愛くなったんでね、ちょっとここでね、発表しようかなと思ってね。結構可愛くないですか、これ。なんかいろいろ加工したらこんなになりました。はい。これ元の写真これです。これがね、こんなんなるんですよ。やばくないですか？ただね、これさすがにね、パスポートの写真には使えないんですけど、まあちょっとおもろいかなと思ってね。はい。はい。じゃあね、早速ね、お絵かきやっていこうかな。まあ宣伝とかもあるんだけど、宣伝とかちょっと後にしようかな。うん。あとね、ちょっとマイクの位置変えたんで、絵描くときってさ、ちょっとさ、姿勢が変わったりするじゃないですか。で、マイクのとのね、距離が若干変わるんで、もしかしたらね、若干聞き苦しいところとかね、あったら申し訳ないなと思うんですけども、はい。早速なんか落書きしていこうかなと思います。このミネルヴァはなんだ？なんかミネルヴァもね、あれなんです。もうやたらね、書けってね、来るんでね、うん、一応書いときました。はい。じゃあね、新しいキャンバスになんか落書きしていこう。なんか名前上がってるキャラを書こうかなと思うんだけど、まずはね、落書きで。ほいと。ね、前回書かなかったやつとかもいいかもね。何にしよっかな。あ、そう、グレーは前回出なかったね。グレー書こうかな。はい、グレー書いていきますよ。グレー。画面をね、回転させずに書くって結構慣れてないんだけどまあでもさ、回転させるとちょっと見てる人がさ、見づらいかなと思ってね、なるべく回転使わずには書こうかなと思ってんだけど、本当はね、回転使って書いた方が早く書けるし、多分クオリティも上がるんだと思うんだけどさ。あ、やべ、癖で回転しちゃうんだよな。なるべく回転せずに。いや、でも回転させないとやっぱちょっとおかしくなるな。
グレーはなんか久々に描くかな。どうだろう。これな、傷描かねえとよく怒られるから。グレーはね、フェアリーでもね、すごい人気のキャラですよね。いや、僕もめちゃくちゃ好きなキャラなんですけどね、なんか煮え切れないやつなんだけどさ、100年クエストをもしね見てくれてる人がいたら、若干グレーね、フェアリーの本編の時とはまた少し違う感じになっているので、楽しんでもらえるかなとは思うんですけど。はい、とりあえず1体目グレイです。ベタにしたいな。はい、楽だね。ベタポンってやるだけだもんね。すげえ、技術の進歩すげえや。はい、次何描こっかな。あれ、なんかちょっとグレー違うな。もうちょっとロン毛か。ちょい忘れておりますね。もうちょいこの辺ロン毛な気がするな。よし、さあ次何描こっかな。コメント拾うよ。はい、ちょっと待って、読めないよ。はい、ムジカ、はい、ムジカって知らない人もいるでしょうね。僕のね、デビュー作のレイブという作品の、まあ言っちゃえばね、グレー的なポジションのキャラなんですけど、なんか主人公の横にね、一人なんかイケメン風のキャラがいるって、なんか僕そういうの好きなんですよね。エデンズでもいるよね、そういうキャラが。でね、みんなこれ特徴があって、結構ね、みんなアーティストなんですよ。何かを作るっていうキャラが多いですね。これなんか偶然なのか知らんけど、偶然じゃないのかな。なんかそういうキャラの隣にいるキャラ設定が好きなんかもしれんね。ちょっと技巧派っていうのかな。あんまりなんかパワーで押すタイプじゃない感じのキャラクター、ちょっと男前風のキャラクターを主人公の隣に置くっていうなんか設定が好きなんかもしれん。あ、これね、ちょっとマイクの近くにね、左手デバイス置いてるんでね、もしかしたらカチカチ音ちょっとうるさいかもしれんね。あ、やべえ、また癖で回転させてるな。ごめんね。回転するとね、見てる方見づらいんだよね、きっと。書いてる方は回転させるとめちゃくちゃ書きやすいんだけど、見てる方は多分見づらいんだろうなとは思ってはいるんだけどさ、ちょっと癖なんだよな。癖でなんかついつい回転しちゃうんだよな。なんか違う。覚えてるってか、これ知ってる人いるのかな。レイブを知ってる世代となるとだいぶ古いですからね。はいはい、こんな感じ。はい、できたぞ。黒髪の野郎2人。しょっぱなから黒髪の野郎2匹になりました。もうワイズってもう見えた。こうなるとワイズだよね。ワイズ、はい。じゃあワイズも書いていこう。こいつはね、エデンズゼロのまた同じようなポジションのキャラクターです。同じポジションのキャラクターなんですけど、ワイズは、でもなんかこの2人に比べると、若干クズなんですよね。なんかその若干クズなところ僕結構好きなんですけど、グレイってさ、すごい真面目な感じなんですよ。で、なんか熱血にクールに見えて、実は熱血っていうキャラ設定なんですけど、で、ムジカは、一応こいつも悪いやつではあるんだけど、こいつもなんか熱いやつだよね。それに比べてね、このワイズっていうのはね、なかなかのクズ。
なかなかのクズキャラ、まあクズキャラって言ってもね、言っても味方キャラなんで悪いやつではないんですけど、まあでもちょっとクズキャラかな。ジェラールから書いてくださいって、さっきジェラール見したでしょ。ジェラールさっきも見したでしょ。はい、もう一回。はい、こちらね、ジェラール。ジェラールが今日誕生日ってどこソースなんだろうな。全く誕生日を決めた記憶はないんだけどな。はい。はい、こいつがワイズです。エデンズはね、まだ知らない人もいると思うんだけど、またね、こう主人公の横に若干男前のキャラでクズ設定のやつがいるんで、ね、ぜひ見てやってください。よし。なんかちょっと野郎ばっか描いてるんでね、女の子キャラとか描きたいんだけど、何にしよっかな。グリフォン加藤お願いします。グリフォン右の方で動いてるでしょ、もにょもにょ。グリフォン右の方にいるよ。ゴニョゴニョしてるよ。誰にしよっかな。ジュビア。はい。ジュビア書くんだったらグレーの横がいいよな。ちょっとこいつどかそう。ほい。ジュビアね。ジュビア人気キャラだよね。なんか作家の友達にもジュビア好きって人多いね。ジュビア。これなんかスペイン語で雨だったかな、確か意味は。うん。確かそんなんだった気がします。スペインに行った時に、ジュビアって雨って意味から取ってるんですかってスペインの人に聞かれて、思い出したって感じかな。それまで僕も忘れてましたね。ジュビアってどっからつけた名前なのか。スペインの人に言われて思い出したって感じ。あ、そういえばなんか名前を考えてる時にいろんな言語で雨って調べてて、スペイン語にしたんだったかなみたいな。後で思い出した感じかな。あ、ちょっとあれかな。1枚の絵に時間かけすぎてっかな。わからんけど。あ、今ね、YouTube の動画もね、作ってる最中なんですよ。ネームの書き方っていう動画とね、あと、めちゃくちゃ早く書くコツみたいな、そういう動画作ってるんだけど、ちょっとね、多言語対応していて、ちょっと時間かかってるって感じですね。本当はね、今週中に1本あげたかったんだけど、ちょっと時間かかってて、どっちも来週になっちゃいそうかな。いやー、忙しいんすよ。本業の方が忙しいんです、意外と。なかなか動画作ってる暇もなくてですね。はい。できました。あ、なんかちょっとジュビアの方がでけえな。グレーちょっと大きくしよう。顔のサイズ合わせたいね。はい。いいんじゃない？俗に言うグレジュビってやつですよ。はい、できました。何買おうかな、次は。ちょっと待ってくれ。コメント拾おうか。メルディお願いします。メルディ覚えてないな。メルディ、スパチャ？お、ありがとうございます。初めてもらった。ありがとう。ありがとうございます。うわ、嬉しいな。ありがとうございます。タルタロスのジャッカル、覚えてない。覚えてなくはないけどな。エデンズのハーミット。ハーミットね、いいね。ハーミット書こう。よし。あれ、前回も書いたっけ？まあ、いっか。もう2週間前だしな。ハーミット書こう。先週か今週あたりかな、
本種の方でハーミットが活躍したのは。はい、書きます。これなんかちょっと待ってください。マイクの位置がね。よし。あ、また回転しちゃった。癖なんだよな。回転するの癖なんだよ。いや、ほんと回転した方が書きやすいんだって。もしね、絵描いてる人で、なんかうまく描けねえなっていう人いたらね、回転使ってみてください。めっちゃ描きやすくなるんで。特に丸とか描くときだよね。丸とか描くときにほんと回転があるとめちゃくちゃ便利だよね。いや、むしろ回転使わずに丸描くのもめちゃくちゃ難しいから。まあ、丸に限らず、なんかさ、自分の描く角度が、得意な角度と得意じゃない角度ってあると思うんだけど、なんかそれね、常に得意な角度に持っていけるのがこの回転機能なんだよね。まあ、だからこそ回転使うとめちゃくちゃ描きやすいってのありますね。はい。あ、でもいい感じにあれだね。こういろんな作品のキャラがこう集まってきて、いい感じですね。はい。いいんじゃない？はいはい。さあ次何書こっかな。なんか変なやつ書きたいな。変なやつ。フロッシュ書きましょう。あ、いいね。フロッシュいいな。フロッシュ書こう。フロッシュ。あ、覚えてっかな、フロッシュ。フロッシュ覚えてっかな。若干忘れてるとこあるような気がするな、フロッシュ。あ、そう、フロッシュといえばですね、海外で、日本だとそんなに問題にならなかったんだけど、海外でね、翻訳するときに、なんて言うんだっけ、あれ。何動詞って言うんだっけ。まあ、とにかくさ、ちょっと男性か女性かでなんか変わってくるらしいのよ、動詞が。だからどっちですかって聞かれて、決めてないんだけどなって言ってね、ちょっと困ったことになったのを思い出しますね。いや実はね、これ決まってないんですよ、こいつ。どっちだと思います？フロッシュ性別どっちかは、どっちだと思ってみんな読んでたんですかね。オスオスか。男の子だと思ってました。オス。ヒかシかってこと？あ、そうそうそう、それそれ。あ、オスだと思ってる人多いの？あ、そう。女の子でもいいな。うん、そうね、どっちでも別にいいんだよね。ほいほい。はい、次何書こっかな。うわ、スパチャありがとうございます。夏さん大好きです。ありがとうございます。うわ、嬉しいな。すいませんね。ハッピーみたい。ハッピーか。いいよ、ちょっと待ってろ。いくぞ。はいよ。ハッピーです。これじゃない。こいつじゃないか。ハッピーじゃ書こう。この辺に。ハッピー。こいつでもな、書き慣れすぎてて一瞬で終わっちゃうな。はい。ハッピー。ハッピー気に入ってんだけどな、個人的には。夏お腹すいたよね、かっこいいっしょ。あ、ちなみにさっきのやつも一応見せとこうか、他のやつも。これピーノのなんか人間バージョンだね。こいつもね、なかなかいい感じになってるでしょ。で、
次が、プルーか。プルー。はい。プルーの擬人化初めてかもしれん。なんかちょっとね、中二っぽくしました。中二っぽいのにプーンって言ってるって。なんでこんなイケメンにしたのかわからない。イケメン、プルーイケメン、かっこいい。プルーかっこいいっすか。プルー、こんなプルー嫌だってみんな言ってくんないの？プルーとピーノとハッピーね。ピーノはね、なんかもともと本編に人間になったバージョンが出てきてるんで、このまんまなんだけど、ハッピーとプルーはね、人間バージョン書いてなかったんで、これ公式じゃないよ。さすがに言っとくけど、公式じゃないからね。はい。あ、そうそう、言い忘れとった。マシマライブでつぶやいてください。ツイッターの方でも。そうするとありがたいです。はい。次何書こっかな。ちょっと待ってよ。何書こっかな。あ。そうだ、忘れてた。別に忘れてたわけじゃないんだけど。エルザお願いします。エルザいいっすね。エルザそういえばなんか人気キャラなのに前回出なかったっすね。ちょっと待って、若干スペースがなくなってきた。若干こいつらちっちゃくして。よし。あ、エルザいいな。エルザ書こうかな、今日は。今日はエルザ書こうかな。冒頭でも出てきたんだけどね。エルザいいですね。よし。じゃあまたいつも通りなんかしっかりなんかね、ガチ絵みたいなの書きつつ、落書きも混ぜつつみたいな感じでね、やっていけるといいかなと思うんで。あとね、アイコンもね、今日やりたいんでね。ちょっと待った、やめた。僕のね、悪い癖です。もう得意な角度で描こうとする、めちゃくちゃ悪い癖です。どうしようかな。ポーズとかもつけた方がいいかな。エルザだとちょっとあれかな。下から見てる感じの方がかっこよかったりするかな。そうそう、エルザね、落書きで描くときはね、片目だけ描けばいいんでね、顔のパーツ。結構なんか描きやすいですね。どうしよう、服装どうしようかな。エルザってなんか一番服装のバリエーションが多いんだよね。鎧は描きたくねえしな。鎧はそれだけでめちゃくちゃ時間食うから描きたくないんだよな。一番人気なのはやっぱ袴なのかな。どうなんだろう。袴姿みたいなのが一番人気あるような気がするんだけど。あ、そうそう、エルザといえばそうだ、1個お知らせがあったんですよ。ちょっと書いてる途中ではあるんですけど、ちょっと待って。こちらです。ブイーン。はい。これね、まだ発売前の監修中のエルザのフィギュアなんですけども、めちゃくちゃでかいんですよ。めちゃくちゃでかいですね。単行本が横にあると思うんだけど、単行本2冊半ぐらい。で、もうめちゃくちゃ出来いいんで、ね、発売するの楽しみにしててほしいなと思います。まだね、これ監修中です。まだまだ監修中なので、これからなんですけども、ちょっとね、楽しみにしててほしいなと思います。はい。はい。続き書いてお。でかいんですよ、めちゃくちゃ。でかいねって言ってるけど。はい、うわ、スバチャありがとうございます。なんか読めないんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お気持ち程度ですが、ハッピーやプルーの擬人化面白かったです。ありがとうございます。いや、すいません。いや、嬉しいもんだね。よし。じゃあ、エルザができたぞ。できたって言っていいのかわからんけど、これを元にね、ちょ
ちょっと色塗りやろうかな。これを元にまたね、落書きもやるんで、ちょいちょいお待ちを。よし、こいつを元に作っていこうと。よし、作っていくぞ。エルザはね、まあマジで人気キャラなんでねうん、どこの国行っても大体人気。やっぱ強い女性キャラってみんな好きなんだろうね。いや僕も好きなんだけど、うん、いいよね、強い女性キャラ。なんか自分の作品だとなんか毎回出てくる気がするな、そういうキャラ。あ、でもエルザ行こうかな。どうなんだろう。やべえ、全然ポーズ決まってねえやちょっと待った。なんかポーズ決めよう。このまんまじゃちょっと面白くないね。なんかポーズあった方がいいよな。剣をこう逆手に持ってる感じで、こんな感じにしよっかな。ちょっと髪の毛がこうなびいてる感じにしようか。こっちの目も見えてるようにしようかな。髪の毛がね、こんな感じで動きがあった方が面白い気がするんで、ちょっと変えてみました。よし、これにしよう。やり直し。前回誰書いたっけ？前回ウェンディか。ちょっと女の子キャラばっかになっちゃったな。こう野郎描くのも好きなんだけどね。あれ、なんか線が線が太えな。ちょっと待って。なんかいつもの設定じゃなかったわ。ごめん。ちょっと待って。設定元戻す。はい。元戻しました。これでやっていこう。ちょっとペンも変えようかな。こっちのペンにしようかな。こっちのペンにしよう。こっちの方が早く書けんな。よし。やべえ、なんかグダグダしてる。しかもまた回転使ってる。癖で。あんまり早く書きすぎようとすると雑になるし、かといってな、配信だからあまりもたもた書いてもらえないしみたいなね感じなんだけど、あんまり綺麗に書きすぎてもしょうがないんで、ちょっとね、ある程度雑にというか時間重視で書いていこうかなと思うんだけど、もうちょいちゃんと丁寧に書いた方がいいのかな回転させちゃうんだ。でもここは回転させないと無理だなごめんね、ちょっと見づらかったらごめんなさい。どうしてもね、得意な角度と苦手な角度ってあるんですよ。でその苦手な角度を補うためにこの回転機能ってねあるんで、回転機能を使った方がどう考えても早くは書けますね。はい、なるべく使わないようにはしようかなと思ってますけど。よし、回転に関してそうっすか。よし、よし、また回転しますね。長い線を描くときもね、多分自分の描きやすい角度にした方が描きやすいですね。
僕ね、こっちの縦よりこっちの線の方が書きやすいんですよ、なぜか。左から右へ、左から右へはみんな書きやすいと思うんだけど、こっちからこっちのなんか流れがすごい書きやすいんですよ。多分慣れとかもあるんだろうね。慣れとか癖みたいなもん。ロッカーをぜひ。まだなんかいるぞ、ロッカー。ロッカーってなんだっけ。ロッカー、まあキャラなんだけど、全く覚えてないキャラだな。いや、でも前もそう言ってなんか調べながらサイン会で書いたような気がするな。ロッカー。日夜。日夜って誰。日夜。あ、あれだ。猫の一夜さんか。マイナーすぎ。マイナーすぎてビビる。ああ、もう回転させちゃうな、癖で。まあ、いっか。許してくれ。ちょっとぐらいの回転は。ちょっと効率をちょっとね、求めるわ。ついつい回転しちゃうな。なんかあれですね。絵を描いてるとコメント拾えないっすね。全然コメント拾えない。申し訳ない。今度ね、なんかオリジナルキャラとかやりたいな。オリジナルキャラを配信で描くとかやりたいですね。これ全部既存のキャラなんでね、まあ大体の人がさ、既存のキャラ見たいんだろうけど、なんかオリジナルキャラを描くみたいな回があってもいいような気はしますね。エルザをちゃんと描くのも久しぶりかな。でも落書きとかではちょくちょく描いてるような気もしますね。オリキャラも見たいです。マジですか。オリキャラも見たいって言ってくれるんだったら、またオリキャラをねガチで描くみたいな配信やりたいですね。みんなでなんか設定決めるとかおもろいですね。それでね、オリキャラを描いてもうみんなで設定決めていくって感じで、名前とかね、どういう属性とか、それでなんか一本なんか物語作れたら面白いけどな。それでちょっと待って、だんだんできてきましたね。はい、これあんまり時間かけてるとアイコン企画やる時間なくなっちゃうんだけど。落書きもなんかやりたいしな。まだまだこれなんかさ、お絵かき配信じゃなくて落書き配信とかに変えた方がいいかな。ねえ、全然なんかそのお絵かきって感じでもお絵かきなんだけど、別にさ、その紙絵師とかのさね技が見れるとかでもないからさ、週刊で漫画やってる人ってね、結構みんな、中には違う人もいるけど結構早く描く人多いんですよ。一枚のイラストをね、イラストレーターさんとかとは違ってやっぱちょっと習慣でやってるから、どうしても早く仕上げなきゃいけないって言って、あんまりねカラー1枚に時間かけない人多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、中には本当になんかイラストレーターばりにねめちゃくちゃ時間かけて1枚の絵を完成させるって人もいると思うんだけど、僕はねどちらかっていうとね、もうズバババってスパパパってめっちゃ早く作っちゃうタイプとか言ってるけど、ちょっとあれだな。ペン入れに時間かかってるな。まあでもこんなもんかな。あとはね、これちょっといつもみたいに色塗っていこうかなと思うんだけど、その前にちょっと落書きタイムやりたいな。息抜きに。
息抜きに落書きタイムをやりたい。ちょっと待って、今保存してる一応保存しとかんと。忘れてた、保存すんの。 OK。 ちょっとこの辺も回転させるよ。書きやすい角度にするんで。よし。ウォーレンとマックスお願いします。ウォーレンとマックスってマニアックすぎるでしょ。よし、とりあえずペン入れはこんな感じかな。はい、ちょっと落書きしていこう。あ、ちょっと待って、こっちの手確認するやつ。で、ちょっと強弱が足りないところをつけて、よし。とりあえず落書きもやっていこう。こっちのね、色塗りはちょっと後回しで、なんか落書き書いていこうかな。マカロフ書いてほしい。マカロフ OK。 いいね。こういうキャラ書くの超好きなんだよね。覚えてっかな。おじいちゃんキャラ好きなんですよ、普通に。なんか彫りが深い感じのシワとかね、描くのすげえ好き。マカロフって知ってるかなみんなまあ、フェアリーテール読んでた人なら知ってるかもしれんすけど、マスターですね。フェアリーテールのマスターという設定のおじいちゃん。懐かしいんじゃないかな。懐かしいね。かなり懐かしい。なんかちょっと違うような気もするんだけどなちょっと違う気もするんだけどな。いいのかなこれで。お厳密には覚えてねえんだよな。なんか違うなちょっと待って。あ、顔のパーツがでかすぎるわ。ちょっとここちょっと調整しよう。分かったぞ。顔のパーツがでかすぎるごめん。ちょっと久しぶりなもんで、顔のパーツのねサイズとか忘れてましたわ。あ、これでちょっとそれっぽくなったんじゃない？はい、よし。ちょっとね、初めて来た方のためにもね、若干これももう一回見せとかないといけないですね。はい、改良されたハッピーです。改良ハッピーと改良プルーモ。どこ行ったプルー。消えた。はい、改良プルー。はい、これね、今来た人たちのために私の新しいキャラクターです。はい、ピーノはいつも通り次何かこっか。何にしよっかな。あ、スパチャありがとうございます。あ、でもこれスパチャオンにしない方がいいかな。スパチャオンにするとこれでなんかいろいろ書いてくれっていう人出てくるからなありがとうございます。さあ、レビーのアイコン。あれか、ガジルとレビー書いてくれって言ってた人ね。書こっかね、スパチャもらっちゃったし書きましょう。よいしょ。あれ最近なんかで書いた気がするんだけどな。なんだっけな、ちょっと忘れちゃったな。あ、思い出した。多分来週にアップすると思うんだけど、なんかネームの書き方みたいな動画1本作ったんですよ。今ちょっとね、さっきも言ったんだけど、ちょっと多言語対応してる最中で時間かかってるんだけど、それがね、多分来週には上がると思うんですけど、そこの教材としてね教材としてガジルとレビーを書いた記憶があります。
教材に使われてますはい。ガジル。でもちょっとピアスめっちゃ怪しい。こんなんか。あと方向系があってね。はい。こういうね髪型で、あとレビー。なんかね、この2人がすごいあれだよね、ちっちゃいのとなんかいかついのっていうコンビでね、めちゃくちゃいいんですよね。僕もねお気に入りのねコンビなんですよ。コンビというかカップルというかわからんですけど、もうカップルみたいなもんか。うん、こいつらもね本編の、最後でちょっといい感じにはなるんですけど、100年クエストの方でもねちょっとね進展があるんで、はい、気になる人はぜひね100年クエストも読んでいただけると嬉しいですね。読んでくださいはい。あ、やべ、忘れてた。こうだな。レビーね、実は二重じゃないって設定があって、それよくね忘れないようにしなきゃいけないですね。はい。マジでカチカチうるせえかな。左手デバイスの近くなんですよ、マイクが。ちょっとマイクのねいい位置が決まんなくて、とりあえず左手デバイスの近くにね置いときました。よし。いいんじゃないね。はい、ありがとうございます。はい。あと誰かこっかな。ラグナラグナいいね。ラグナ。こいつもなんか僕のねお気に入りのキャラ。なんでお気に入りかっていうと、今まで描いたことないタイプのキャラなんでめちゃくちゃお気に入りって感じかな。そうね、今まで自分の漫画にいなかったタイプのキャラなんでお気に入りです。前もどっかで話したんだけど、なんかうちのスタッフのおかげかな。うちのスタッフのなんか好みを聞いて作ったら女性スタッフなんですけど、女性スタッフの好みを聞いて作ったらこんなキャラになったって感じのキャラでね。そうだね、なんか化粧が結構濃くて、でもなんか性格はすごい男っぽいって感じのキャラ。今までの自分のね漫画には出てこなかったタイプなんですげえ好きかな。眉毛も濃いんだよね、めちゃくちゃ。去年かな、去年ぐらいのサイン会でなんか一回書いたような気がするんだけど、こいつなんかほんと書く機会があるとそれだけでちょっと嬉しいなんでか知らんけど、いや、なんだろうな、そのうちのさスタッフの性癖を全部詰め込んで作ったキャラなんで僕も気に入ってるんだけど、そんなに一般的には受けないだろうとは思ってるキャラなんで、だからねちょっと好きって言ってくれると嬉しい。同じ理由だとね、あとミネルヴァですね、フェアリーテールのミネルヴァも僕個人的には好きなんですけど、一般的にはそんな受けるキャラじゃないだろうと思ってるのに意外と好きって言ってくれると嬉しいなってのはありますね。魔法をかけよう。魔法をかけるぞ。はい全然魔法でも何でもないけど、いやこいつちょっとね唇とかのねリップの色ありきのキャラなんでね。はいはい、でけた。さてさて色塗っていこうかな。とりあえずこいつじゃないよ、イルザの色塗っていこう。あんまり時間かけてもなあれなんでパパッと塗っていくよ。バッとね。はい、もう気にしない、細かいのはもう高速で塗っていく。
あんまり細かいところは気にしない。今度ね、このなんかスピード塗りっていうのかな、もう超高速で色塗っていく方法みたいなね、そういう動画も出そうかなと思っております。もしね、気になる人がいたらね、コメントください。あとそうだね、他にもなんかもう部分的ななんかあれも欲しいかな。なんだろう、部分的なコメントっつうの。なんかこういうとこどうやって描いてるんですかみたいな。例えば髪の毛にフォーカスした塗り方どうやってやってるんですかとかね。肌の色ってどんな感じでやってるんですかみたいなやつとかね。そういうなんか部分の細かいところにフォーカスしたコメントでもいいかなつか喋りながらなんか無理だな。よし。まあ無理ってこともないな。ちょっと慣れてないだけだね、そういうのにね。喋ってるとさ、でも絶対作業効率落ちるしさね。でも無言でやるのもなってちょっと思うんで、なんかペラペラ喋ってやりますけど、はい、まあこんなんでいいかな。ちょっとね、設定いじって、よし、もうサクッと塗っていこう。よいしょ。あんまり時間かけるとな、アイコン書くコーナーなくなっちゃうからね。アイコン今日ね、3つぐらい書きたいなと思ってるんだけど、ちょっと時間によるかな。あんまりかかるようだったら、まあ1、2個なっちゃうかもしれないですけど、今回ね、事前に3つは選んであるんで、まあとりあえず1個は確実にやるけど、ちょっと時間次第で他にもって感じかな。よし。おっぱいに時間かけすぎだってだね確かにちょっとかけすぎた。これさ、なんかどうやって塗ってんのかわからんって人いるかもしれんけど、それね、早く塗る方法っていうか早塗りのコツみたいな動画で、まあ、僕がねどんな感じで塗ってるかっていうのを紹介するんでね、ちょっと楽しみに待っててもらえればと思います。実際これなんか多分我流なんだけど、めちゃくちゃ早く塗れる気はする。この方法めちゃくちゃ早く塗りつつ、まあそこそこのクオリティみたいな感じにできるんで使ってるって感じかな。まあもちろんね、当たり前だけど時間かけて塗った方が綺麗な絵にはなるんで、仕事ねとかね、そういうのは時間かけて塗るようにはしてますけど、あとクライアントからね頼まれてる絵とか、めちゃくちゃギャラが高額なやつとかねそういうのはもうめちゃくちゃ丁寧に塗ってます。こんなもんか。よし。あ、ちょっとあれだな、肌色多いの怖いなYouTube よくないんでしょ、あんまり肌色多いの。ちょっと怖えな。早めに髪の毛塗ろう。あ、スパチャありがとうございますありがとうございます。海外の方から。リオン様お願いします。リオン。ああ、あいつね。あいつなんか様付けで呼ぶような感じだったっけ、そもそも。よし。
このペンな、書きやすいんだけど、色の抜けがめちゃくちゃ発生するのが唯一の弱点ですね。まあ後でどうにでもなるんだけど、こういうとこでなんか時間食ってるよな。まあでもこんなもんでいっか。あんまり綺麗にやる必要もないしな。こんなもんでいっかな。ちょっと色変えよう。よし。影もね、もう結構ざっくりと塗っていきますよ。ほいほい。あれなんかちょっと待って、元のやっぱ髪の毛の色がちょっと明るすぎるわ。これ今ねちょっと2画面で見てるんだけど、画面によって若干違うんだよね、ちょっと色の感じが。ちょっといつもの感じだとこんな感じかな。まあいっか、こんな感じにしとこう。ほい、終わった。終わってない。いや終わった。これね説明するの難しいんだよな、このめちゃくちゃ早く塗る方法の塗り方。まあ、なので本当動画がねできたら見てほしい。でまあ日本語で言ってもしょうがないんだけど、本当に海外の人向けにもね今作ってるんで、多言語化しようとしてるんで、まあ、ぜひね上がったら見てほしいなと。なんかね絵のクオリティを上げたいっていうような動画じゃないんですよ。本当にとりあえず素早く描きてって人の動画になってるんで、そういうのにね興味がある人はぜひ見てほしいなと思います。はい、違う、この色じゃない。いやテカリもねなんかもうちょっと丁寧に入れてもいいんだけど、今回はねちょっとスピード重視なんでもうブワーッと入れちゃいますよ。はい、はい、ここまでできたらもうほぼほぼ完成みたいなもんだな。全然完成じゃねえけど全然完成じゃないけどもう完成って言ってもいいかな、ほぼほぼ。そんでねこれ隠し味ですね。ジェラールのカラーをちょっと入れるんですよジェラールの髪の色をちょっと入れる。ジェラールの髪の色ってわけでもないんだけどさ、なんか赤い髪の人にさちょっと青っぽい色入れるの好きなんだよね。薄くねほんのりと。はい、よし OK。 あ、目描くの忘れてた。目の色塗っていきます。はい、あとはさらしと剣だけか。さらし、はい、さらし。ちょっとあ、そうだ、肌のハイライト入れてないね。忘れとった。ちょっと慌てすぎて忘れておりました。肌のハイライト入れていきましょう。この辺とかねちょっと光が当たってる部分とかを若干入れていきます。あとはあれか、照り返しのねやつとかも入れていこう。
よし。そしたらあとは剣か。剣はもうザーッとバクッとやりたいね。もうあんまり時間かけずに一瞬でドバッとやりたい。これでも塗っちゃおう、ざっくりと。あんまり時間かけてもねしょうがないんで、特に小物だしね。いや仕事だったらちゃんと時間かけますよ、それは。はい。ちょっと今回ね配信中なんであんまり時間かけずにサクサクっとやっていきます。はい。何色だったっけな、この部分。なんか若干違う。まあいいや、これもオリジナルの剣ってことにしよう。覚えてないわ。いやなんかもっとこの辺ごちゃごちゃ書いてあった気がするんだけどな、剣のとこ。つばだっけ、この部分。うん、いいんじゃない？もうこんな感じで。でちょっとねこの後ね若干ね色が欠けてる部分をね高速で修正する方法。はい、もう塗ってぐ塗ってぐてかもう塗りつぶしてもいいぐらいなんだけど、ね、塗ってぐ。これでねだいぶ色かけの部分マシになるはず。白面どこはちょっとあれか、透明色使ってんだった。よし、これでだいぶマシになったでしょ。はい、どうでしょう、完成。15分ぐらいで塗れたんじゃない？色塗りだけだったらね。結構早かったと思うけど、どうかね。すごいすごいっすかありがとうございます。早すぎ。そう、こういうめちゃくちゃ早く塗る方法を本当動画にしましたんで、ぜひね早く塗りてえって人いたらね見てほしいなと思いますよ。はい。じゃあこっからはね、まあ落書きとかも混ぜつつちょっとアイコン企画やっていきたいんですよ。アイコン企画、前回ねもうほんとめちゃくちゃいっぱい来たんですよ。アイコンこれ書いてくれみたいなやつ。いやほんとねツイッターのDM で募集するんじゃなかったってぐらいちょっとね来たんすけど、まあそれでこう何人かこうバーって選ばしてもらって今回やるんですけど、ちょっとね新しいルール1個追加したいなと思ってて。新しいルールちょっとこれね後でどっかでまたちゃんとね書くんだけど、参考資料とか写真とかつけてくれてる人いるんだけど、それね配信で使っていいかどうかちょっと明記してほしい。配信に載せていいかどうかっていうの。例えば自分の似顔絵描いてくださいって写真送ってくるじゃないですか。その写真を配信に載せていいかどうかですね。載せてほしくないとか載せても大丈夫みたいな趣旨を書いてもらえるとありがたいかなと思います。でね、あと今後ね募集をねちょっと違うフォームにしようかなとも思ってんだけど、あれリオンってどっちだったっけ、食べてんの。こっちか。違うフォームにしようと思ってんだけど、とりあえずはねまだTwitter の DM で募集してるんで、はい、まだまだ書いてほしいって人とかね、あと前回送ってそのままの人とかね多分だいぶ埋もれてるんで、もう一回その参考資料使っていいよとか使わないでくださいみたいなそういうのを明記してもう一回送ってくれるとありがたいかなと思います。はい。リオンこれ合ってんのかなこっち側に垂れてんのかこっち側に垂れてんのかちょっとね覚えてないんですけど。はい。じゃあねここでねアイコン企画いってみたいと思います。はい、最初の方こちらです。
どれだっけ、これかな。はい、この方セラさんという方なんですけども、お、赤はかぶってる、見えずれセラさんという方なんですけど、はい、うちの娘セラの擬人化お願いしますとこのワンちゃんを擬人化してくれっていう依頼なんですけども、めっちゃ可愛いねこのワンちゃんすげえ可愛い。ミニチュアダックスチョコタン、チョコタンって種類かな。うん、擬人化ってことはあれかな、人間風にしていいってことなんかなちょっと赤でさ隠したらさ、文字のことめっちゃかぶるんだよこれちょっと今度から違う色にしますわ。めっちゃかぶるね。はい、じゃあこのセラさんのね依頼、擬人化でしょ擬人化ね、擬人化、はいはいはい。女の子でいいのかな。なんか衣装っていうか服装はね女の子っぽいんですけど、女の子でいいのかな。ちょっと女の子という体で書いていこうかなと思うんですけど、はい、ちょっと待って、はい、設定変えて、はい、まずじゃあちょっとやっていきましょう。かわいいね。実はうちも犬飼ってんですよ全然誰にも言ったことないけど、誰にも言ったことないっていうかツイッターとかでつぶやいたことないけど、実は犬飼ってんすよって言ってもね、僕が飼ってるわけじゃないんだけど、うちの家族が飼ってるんで、はい、職場には多分来ないんで、僕ね全然だから覚えられてないんだよね。家帰ってもめちゃくちゃ犬に吠えられるっていう日々を送ってますうん、賢いね犬は。やっぱこいつ必要ねえわって思われてんだよな先生の家のワンちゃんどんなのだろう。なんつったっけななんだったっけ、あれトイプードルですうんトイプーです。いや本当に全く俺には懐かないのいつ行っても吠えられんだよな。擬人化でしょ。擬人化ってことは人になってるってことでいいのかな。ちょっと鼻の部分なんかこんな感じにしたいね。なんだろう、若干こう獣っぽい感じにしたい。で、このヘッドドレスみたいのはやっぱ特徴なんでつけたいなと思っております。どっかな。大きいリボンがここにあって、ヘッドドレスがあって、かわいいってかわいいでよかった。これでもご本人様がね一番喜んでくれるといいんだけど、あとねこのアイコンなんだけど、プレゼントした後無理に使わなくていいんで、気に入らなかったら、はい、強要するものではないんでね、使いたい時に使って元に戻したい時があったら元に戻すみたいな感じでね、好きに運用してくれるといいなとは思います。服の部分どうしようかな。ちょっとこうひらひらっとした感じで。いやこれ可愛くない？結構パパッと描いた割にはちょっと可愛い気がするんだけど、どうかなね。すげえ可愛くなった気がする可愛いよね。よしよし、じゃあこれを下書きレイヤーにしてペンでしていこうか。ワンちゃんね、本当はねうち猫飼いたかったんだよ。うちっていうか僕猫好きなんで、いや犬も全然好きなんだけど、どちらかというと猫派なのね。
なので猫飼いたかったんだけど、まあうちのはねどうしても犬がいいっていうからね、まあ、犬にしたんだけど、いやどうせ僕ねあんまりお世話できないんでね、僕の意見が通るわけもなく、はい、ワンちゃんになりました。めっちゃ吠えられるけど、うちのワンちゃんも可愛いっすよ。いやなんかこの子すげえ可愛い気がするなね、結構なんかオリキャラでこれありかもな。ここちょっと待って、よし OK。 若干顔歪んでるね。ちょっとペンの時直しますね。やばい、ちょっとね集中すると無口になっちゃうなはあ、ちょっとね人様のアイコンなんでね、アイコンになるかもしれないんでね、まあ、クライアント様から依頼された絵のようには描かなきゃいかんかなと。ああそうだ、あとねあれあった、僕のその DM でいくら必要なんですかって結構来るんですよ。アイコン書いていただきたいんですけどおいくらでしょうかっていうのが来るんですけど、このイベントっていうかこの企画に関しては僕無料でやってます。はい、ただです。フリーです。フリーですお金取ってないです。はい、まあ、だからこそなんだけど、そのちょっと商用利用やめてねって言ってんだけどね。うん、お金取るんだったら商用利用 OK って多分なると思うんで、これね、いやこのアイコン、あなたのアイコン書きますって企画ね、実は無料企画なんですよ。はい、なのでね、書いてほしいという方はね応募してほしい。あとね、今はちょっとこういうの書きたいなっていうのが感じとか、書きやすそうだなみたいな感じで僕の方で選んではいるんだけど、ちょっとね不公平が今後あるかもしれないから、いずれ抽選にはしたいなと思ってる。うん、抽選の方が公平だもんね。今さやっぱ DM で僕が選んでやってるもんだからさ、若干その公平さはないと思うんだよね。でもそれはちょっとしょうがない。うん、だから今後はちょっと抽選とかにもすることを検討はしてます。どうなるかちょっと分かんないけど、まあ、抽選の方がみんな確率があっていいんじゃないかなと思うけどね。誰にでもチャンスがあるし。あとね DM ね、あれです、お仕事の依頼とかも来るんですけど、ありがたいんですけど、お仕事の依頼はシューマガの編集部に行って電話してもらえると。はい、あとなんだっけ、ライツだっけ、なんか講談社のねそういう部署があるんで、そちらがね窓口になっておりますんで、お仕事依頼とかはそちらでお願いできると思います。はい、ちょっとまあドレスの形、ヘッドドレスの形とかはちょっと違うんだけど、これでもあれだな、ちょっと待ってね、これ下書き後で色が大事になるんで、ちょっとここ切り取っておきます。うん、はい、はい、これで OK。 よし、顔描いていこう。ちょっと待って、なんか YouTube の変なポップが出てるんで、ちょっと一旦消します。ほいと。
これでもいいかな、本当にわからんからないや擬人化ってそういうことじゃないんだけどって言われたらそれまでなんだけどさ、まあ、だから本当に何でも言うんだけど、強要するもんじゃないんで、気に入らなかったら全然使わなくていいんでね、そこはご自身の判断でねやってほしいなと思います。はい。いいんじゃないですかね。すげえ可愛い気がする、本当に。お、可愛い自分で言うのもなんだけど可愛い。こういうキャラいそうなんかね。よし、これ、よっしゃ、これでじゃあちょっと色塗っていこうかな。どうしよう、何色にしようかな。肌ちょっと濃いめなのかな。人間の肌色よりかはこのワンちゃんから取った色にしようかな。うん、ちょっと獣っぽい色に。よいしょと。はい、ミスると。ちょっと濃すぎるかな。これぐらいにしとこう。やっぱあれだね、1枚イラスト描くのにちょっと時間がやっぱかかるな。なんか色塗りとかね、下書きとか線画とか、もしかしたら先にやっと、色塗りはあれか、線画だけ先やっとくって手はあるな。今後ちょっと時間かかるような気がするね、これね。はい。で次は目ん玉塗ります。目ん玉、まあ黒茶色、黒茶色、黒茶色でグバッとグバッと。ともうちょっと黒くてもいいか。なんかオリキャラだとやっぱあれだね、オリキャラでもないけど一応オリキャラっぽい感じだと、色悩みますね。どうしよっかなっつって。なんかこの色って決まってるわけじゃないからね、ちょっと悩むね。髪の毛の色もちょっと茶色っぽい感じの黒っぽい感じにしよう。重たいかな。もうちょっとなんか明るくてもいいような気もしますね。どうしようかな。
迷いどころ。濃くするか明るくするか、濃くするか明るくするか。可愛いって色つくとさらに可愛くなってきたね。こういうキャラいそうよね。なんかどうしようかな。髪の毛の色もうちょっと明るくてもいいような気がするな。まあちょっとでもじゃあこの辺は私にお任せいただけると嬉しいです。もうちょっと明るくします。多分僕のちょっと明るめの方が可愛い気がする。絶対に。ワンちゃんの色はねちょっとね暗い感じなんだけど、これぐらいの方が可愛い気がすんな。よし、これでいこう。なんかチョコレートみたいな色。よしよし、いいんじゃない？いいんじゃない？あ、よし。これでもあれかな、先にさバーって色を決めるとこまでやって、なんか仕上げはちゃんと後日ね、配信じゃないとこできちんと仕上げて綺麗にするっていうのもありかもしれんな。うん。でも配信が終わったらね、お渡しする前にはもう一回ちゃんと最終的な仕上げはやろうと思ってますけど、一応ね。でもまあ配信で載せてる段階で、まあそれなりによく見えるところまでは持っていこうかな。よっしょ。ちょっともうちょい違う色も入れたいね。ちょっとピンク入れてみよう。少しだけピンクを入れてみます。はい。そしたらハイライトも入れていこうかな。これね、ほんと後でちゃんともうちょい完成度上げてからちゃんとお渡ししますんで、まあ、とりあえずこんな感じって感じにしとこうかな。はい。で、あとは目の中か。目の中塗ります。はい。目の中。あとは服か。ピンクのヘッドドレスとピンクのドレスっぽいやつね。ちょっとこの辺にライン入れとこうか。怒ったら強そうだ確かに怒ったらめっちゃなんか手ぐるぐるぐるってなんか回しながらパンチしてきそうだね。でリボンがチェック柄と。ええんじゃないですか。はい。そしたらちょっと影入れていこっか。あんまりあれだな、強い影入れない方がいい気がするんで、ちょっと薄めのピンクで影入れていきます。はい、こんな感じかな。どうでしょうか。まあほぼほぼ完成です。
これね、当選した方見てくれてたら嬉しいんですけども、さっきね、一応この写真使っていいですかってね、DM したんで、見てくれてるとは思うんですけど、ね、気に入ってくれたら嬉しいな。完成しましたと。これね、後でまたちょっと完成度を上げて、お送りしますんで。はい、こちら。はい、こちらですね。セラさんのアイコン依頼でした。おめでとうございます。はい、もう1枚いこうかな。これちょっと保存して。もう1枚いこう。次の方はですね、こちらです。はい。すごいシンプルなんですけど、ポナミさんですね。はい、ヒロ先生、私は魚座なので可愛いお魚のアイコンを描いてくださると嬉しいです。特徴何もないんですかって思ったんだけど、なんか特徴ないと描きづらいなと思ったんだけど、でこれちょっと今隠してはいるんですけど、この人のね、この方のアイコンがですね、びっくりするぐらいアイコン難民っぽいアイコンだったのでちょっと書いていこうかなと思いました。はい。できればね、どんなお魚がいいかなっていうの書いてほしかったんだけど、まあ、可愛いお魚ということでね。はい。ちょっとね、パパッと書けると思うんで、書いていっちゃおうかなと思います。さっきも言ってますけどね、これ、別に使わなくてもいいんで、気に入ったら使ってくださいってぐらいな感じなんでね。はい。ただ本当にね、非常にアイコン難民っぽかったのでね書くことにしましたよ。お魚、かわいいお魚ね。どうしてもあれが出てくるな。ピクサーの映画とか。ね。いや、でもそうなっちゃうよね、かわいいお魚っつったらね。それをちょっと僕風にというか、書いてみようかな。これ多分ね、すぐ終わると思う。お魚、もうちょっと可愛くなりそうな気がする。口の磯がで。こんな感じで。よし。どっかな。なんか普通の魚だな。ハッピーので書き慣れてますね。そうだね。でもハッピーがので書き慣れてるのはなんか食われてる魚だからね。うん、だいたい焼き魚とかだから。確かにピクサーが頭をよぎる。うん、どうしても頭よぎっちゃうよね。僕もなんだけど。ちょっとじゃあ変えよう。変化を持たせよう。耳をつける。はい、これでいこう。これででもちょっと簡単すぎるんでね、ちょっといろんなバリエーションとか後で作ってもいいかもな。はい。とりあえずこれで一旦ペン入れてみようか。ほいと。ほいと。魚に耳すげえキメラ。いらねえかなこれ邪魔かな。じゃあこれちょっとあるバージョンとないバージョン作ろっか。あるやつはあるやつで作って、ないやつはないやつで、当選者の方に選んでもらう形にしようかな。耳があるのとないのどっちがいいっすかって。いや、耳なんかいらんよって言うかもしれんけど。なんか耳やったら可愛い気がしたんだけどな。やっぱキメラか。ハッピー魚。確かにハッピーに見えるな。よし。このな、微妙な口の位置。どの辺が可愛いっていうせめぎ合い。めっちゃせめぎ合い。どの辺が一番可愛いんだっていうせめぎ合いをしております。こう1ミリとか何ピクセル単位の多分あれなんだろうね。ここに置いたら可愛いみたいなピクセル単位の戦いっすよ。
耳やった方が可愛いと思うけどな。もう変えちゃえっていう変えちゃえの精神が。いらなかったらさ、あれだね、当選者の方自分でフォトショーとかで消してくださいはい。これ多分すぐ終わるだろうなと思って選んだんだけど。変身魔法に失敗したハッピーみたいな確かにでも色は変えるよ。色は青じゃない方がいいかな。うん。この方のなんか元のアイコンの色に近づけようかなと思っております。よいしょ。あ、ちょっと待って、もうちょい丁寧に書こう。ちょっと待ってね。うん、可愛いんじゃない？すげえ可愛い気がするんだけどな。鱗とかも鱗じゃない方が可愛いかな、もしかしたら。チェック柄とかね。ちょっとそこはあまり冒険せずに、ちょっと耳つけちゃったんで耳つけちゃったんで、これ以上冒険しないようにしますわ。こっからは結構デフォルトの魚っぽい感じでねあんまり魔改造してもあれだからさ。よし、こんなんでいいんじゃない？可愛い気がするんだけどな。ちょっと色塗ろう。多分これもね、パパッと終わると思うんだよね。この方のね、元のアイコンがね、なんか黄色とかオレンジっぽい感じだったんで、それに合わせよう。で、さすがにお腹のあたりは白い方がいいかな。よし。こんな感じで。で、ちょっと影とか入れつつ、耳の中塗って、なんで耳があるのかっていうのはちょっと置いといて、耳の中塗って、どうかな？すげえ可愛い気がするんだけど。たい焼きに見えてきた確かに黄色だとたい焼きっぽいのかたい焼きみたい。いや、可愛いじゃん。たい焼きじゃないよ俺的にはすげえ可愛いと思ってんだけど、たい焼きじゃないよ。ちょっとね、影も軽めの方がいいかな。あんまりなんかがっつり入れない感じで、ちょっと軽めに入ってるぐらいが、なんか可愛い気がするんだよね。本当だったらね、この鱗とかね、一枚一枚めっちゃ気合い入れて影入れたいんだけどね本来ならこういうところにね、影こう入れていきたいんだけど、あんまりがっつり入れずに、テカリも入れよう。テカリも入れます。なんかたい焼きというよりかはなんか金の魚っぽく見えてこない？なんか高級感がある感じの。なんか将来シャチホコになる人みたいな知らないけどシャチホコって何なの？もともとこいつなんか将来シャチホコになるかもしれないよ、成長したら。
どうかな、可愛いと思うんだけどな。防御力高そう確かに光入れたら伝説の魚っぽい高級たい焼きって言うなこれ誰か内向になるかもしれないんだから可愛いって言ってるよねみんな。食べたいって、食べたい先生。いやダメだ、食べちゃダメ確かに可愛さはある。可愛い。ありがとう。じゃあこれでね、はい、ポナミさんおめでとうございます。はい、ごめんね、たい焼きとか言われてるけど気に入らなかったら使わなくていいんではいこれね後でお送りします。はい、こんな感じでね。どうしよう、あともう一人行こうかな。どうしようかな、もう1時間半やってっからな。あと一人用意してあるんだけどなまあもういい時間なんでな、これぐらいにしとこうかな。うん、俺まだ仕事残ってんだよ今週実は仕事終わってなくてさ、ねえ何やってんだって話なんだけどさ、仕事終わってねえんすよ今週ね、今週あれなんですよ。なんだっけな、何言おうとしたんだっけな。そう、カラーがね10本ぐらいあって、意味わかんないでしょ。カラー10個ぐらいあったんですよ。10枚カラー10枚あって、それが全然終わんなくて、当たり前だけどね、終わんないよ全然終わんないよ、そんな終わるわけないじゃんってね。そのカラー10本まだ終わってないっすそうなんですよ。いや別に今週中に終わらせる必要はないんだけど、来週モンハン出るからさ、モンハンで遊びたいからさ今週中にね、なんか終わらしたいなって思ってねそうなんですよ。今週中に終わるといいなと思ってねやってんだけど、何かこう、いやもう終わりにしますよ。終わりにするんだけど、最後に1体ぐらいなんか書こうかな。何書こうかなって思ってたら、ちょっと目に入ったやつがあったんで、はい、さあ誰でしょう。誰でしょうって言ってもな、自分の書く目とか基本的にほぼ一緒だからなこの段階で当てようがないんだけど、ちらっとねコメント見てたら目に入ったやつ。さあこの次でわかるかな。いやでもあんまり覚えてねえかもあんまり覚えてねえかも。こんな感じだった気がするっていう。なんかちょっと違う気がするな。ちょっと違うぞ。ちょっと違うぞ。表情か。表情違う。なんか飾りの位置も違う気がするな。表情も違う。表情も違う。表情も違うな。表情はもうちょい高圧的なのかもしれんな。これの位置が違うね。そうだ、思い出してきた。こういう感じの普通のこういう髪型で、もうちょっとこの辺にあるのかな。よし、こいつの持ってる水亀のデザイン覚えてないわ。さすがに覚えてない。うわ適当でいい。ここは適当ね。ちょっと覚えてないんで。ちょっと待って、こんなんだった気がするな。違うかな本当にこれはちょっとさすがに覚えてないわ。首にねこういうなんか3つの輪っかがあったのを覚えてる。はい、こんな感じかな。はい。いやいっぱい書いたね今回も。
ぱい書きました。はい。はい。こんな感じでね、いっぱい書きましたと。さてさて、この辺にしとこうかなと思うんだけど、ちょっとね、最後にもう一個お知らせがあって、どれだっけな。あ、これは実はお知らせじゃないんだけど、この間ね、ツイッターの方でアンケート取ったんですよ。今後ね、僕のチャンネルでどのような動画見たいですかっていうアンケート取ったんですけど、まあやっぱりね、お絵かき配信見たいって人が一番多くて、で、あとはお絵かき講座ですね。で、まあゲーム実況も意外と多くてですね、うん。もう漫画家に何求めてんだって話なんだけど、ゲーム実況うん。まあ、いや、ゲーム好きなんでね、ゲーム実況やりたいっちゃやりたいんだけど、どうなの？本当にゲーム実況見たいですかねうん、ちょっとやってみたい感じもあるんだけどさ。何のゲームしますか？そうね、何しようかね。何のゲームしようとか特に決めてないんだけど、まあでもゲーム実況、ね、やってみたいなと思うんで、いずれやってみたいと思う。うん。ていうか、14000票も来てたんや。ありがとうございますね。はい。で、あとね、もう一個。どこ行った？宣伝してくれって言われたんだけど。はい、こちら。フェアリーテールとエデンズゼロのイヤホンが出てるんですよ。こちらですね、どうやらシステムメッセージがキャラクターの声になってるっぽくて、夏だったらね、夏が喋ってくれるっぽいんですよね。うん。だからこれ、レベッカとかルーシーとかだったら、だいぶね、耳が優しい感じになるんじゃないかなと思います。イヤホンのデザインもね、かっこよくて、こんな感じで、フェアリーテールのやつなんだけど、ギルドマークがついてて、みたいな感じで。うん。で、しかも、夏のやつだったら本当に夏がなんか喋ってくれるらしいんですよ。まあ、で、鬱陶しかったら切れるのかなわかんないけどずっと喋ってたら鬱陶しいよね。多分、システムメッセージだけ喋ってくれると思うんだけど、うん、これが出てるんで、ぜひ、ね、もしよかったら買ってみてください。はい。そして、もう一つお知らせはこちらです。はい、ドーンと。はい、7月2日、来週ですね。もうせっかく夏の日なんで、夏の日配信ってね、やりたいなと思っておりまして、まあちょっとね、もうこの日は夏を書くと決めて、もう全力でね、しっかり夏をがっつりと書くっていうがっつり夏を書くっていう配信にしたい。もちろんね、そのアイコンプレゼントとかもやりたいなと思ってるんで、はい。それはね、またやっていこうと思うんだけど。それとさ、せっかく夏の日なんで、ちょっとね、みんなからね、イラストとか募集したいなと思ってるんですよ。うん。僕のツイッターのその DM に、夏の日のちなんだイラスト、夏の日みたいな感じで、夏の日のイラストとか何でもいいんだけど、わかるように投稿してくれたら、配信で発表したいなと思ってるんで、ぜひね、イラストあったら応募してください。お願いしますと。ね。じゃあ今回はほんとこんな感じかなと思うんで、エンディングに行きましょうかね。はい。はい。夜空に輝く星に向かってはい、いつものエンディング曲です勝手にエンディング曲にしてんだけどはい、この曲でね、曲名教えてくれって言われてるんですけど、曲名みたいなのないんですよね。ないっていうわけでもないんだけど、サブスクでこう使ってるやつなんで、はい、というわけで、皆さん長時間ありがとうございます。ちょっと音量大きいかもしれない。これぐらいで OK かな。はい。いや、ほんとね、盛りだくさんでしたね。出来上がったエルザとかとでね、アップします。まあ、それとアイコンの人もね、
この後連絡して、お配りしますのでお待ちください。はい。じゃあね、最後はこいつでお別れしよっかな。ね。はい、皆さん、長時間ありがとうございました。ね、ぜひ、チャンネル登録とかよろしくお願いします。はい。それじゃあ皆さんまたね。バイバイ。お疲れ様。おやすみ。